皆さんこんにちは。今日は母の一日についてお話しします。母は毎朝とても早く起きます。この日も朝5時半ごろに起きました。まだ外は暗くて静かでした。まずカーテンを開けて窓を少し開けました。外の空気は少し冷たくて気持ちが良かったそうです。その後、台所に行ってお湯を沸かしました。母はいつも朝に温かいお茶を飲みながら一日の予定を考えます。6時になると家族の朝ごはんを作り始めました。ご飯を炊いて味噌汁を作って卵焼きと焼き魚を準備しました。食事の間にお弁当の用意もしました。おかずを詰めてご飯の上にごまをかけました。テーブルにお皿を並べて箸やお茶も用意しました。家族が起きてくると母はおはようと言いながらみんなを迎えました。朝ごはんが終わると母はすぐに片付けを始めました。食器を洗って台所のシンクをきれいにしました。テーブルを拭いてゴミをまとめて出しました。洗濯機を回して掃除機をかけました。家の中はいつも母のおかげで清潔です。洗濯物を干すとき、母は天気を見て外に出しました。外は少し風があり、洗濯物がよく乾きそうでした。午前10時ごろ、母は少し休憩しました。コーヒーを入れてテレビのニュースを見ました。カレンダーを見ながら買い物のメモを書きました。冷蔵庫の中を確認して足りないものを紙に書きました。その後、財布を持ってスーパーへ出かけました。スーパーでは野菜や果物、肉、魚、牛乳などを買いました。今日は夕食にカレーを作る予定だったので、じゃがいもや人参、玉ねぎも買いました。お菓子や飲み物も少し買ってレジでお金を払いました。帰りに花屋に寄って小さな花を一束買いました。家に帰るとまず手を洗ってエプロンをつけました。買った食材を冷蔵庫に入れて花を花瓶に飾りました。台所に立って昼ご飯を作りました。昼は簡単にうどんとサラダを作って食べました。食後にコーヒーを飲みながら新聞を読みました。しばらく静かに過ごしてから食器を洗って片付けました。午後は掃除の続きをしました。リビングの窓を拭いてカーテンを整えました。
古い雑誌をまとめて捨てました。玄関も掃き掃除をして靴を揃えました。その後、リビングのソファに座って少し休みました。テレビで料理番組を見ながら新しいレシピをメモしていました。3時になると家族のためにおやつを準備しました。紅茶を入れてクッキーと果物をお皿に乗せました。外の天気はよく、窓から光が入っていました。母はその明るい部屋でゆっくりとお茶を飲みました。少しの時間でしたが、とても穏やかだったそうです。夕方になると夕食の準備を始めました。野菜を切ってカレーの具材を炒めました。いい香りが部屋に広がりました。ご飯を炊いてサラダも作りました。家族が帰ってくる頃にはテーブルの上にきれいに料理が並んでいました。夜7時ごろ、家族が揃って夕食を食べました。母はみんなの様子を見ながら静かに食事を楽しみました。食事の後で食器を洗って台所をきれいにしました。その後、洗濯物を取り込んで畳みました。アイロンをかけて服をしまいました。夜9時ごろ、お風呂を沸かして入りました。ゆっくり湯船に浸かって一日の疲れを取りました。お風呂から出て髪を乾かしてハンドクリームを塗りました。それからリビングに戻って少しテレビを見ました。ニュースを見ながらお茶を飲んで静かな時間を過ごしました。10時半ごろになると明日の準備をしました。明日の献立を考えてメモを書きました。冷蔵庫の中も確認して足りないものを覚えました。家族の洗濯物を片付けてリビングの電気を消しました。11時ごろに寝室に入りました。布団に入ってから今日もよく働いたと思いながら目を閉じました。外は静かで風の音だけが聞こえました。こうして母の一日が終わりました。皆さんこんにちは。今日は母の一日についてお話しします。母は毎朝とても早く起きます。この日も朝5時半ごろに起きました。まだ外は暗くて静かでした。まずカーテンを開けて窓を少し開けました。外の空気は少し冷たくて気持ちが良かったそうです。その後、台所に行ってお湯を沸かしました。母はいつも
朝に温かいお茶を飲みながら、一日の予定を考えます。6時になると、家族の朝ごはんを作り始めました。ご飯を炊いて、味噌汁を作って、卵焼きと焼き魚を準備しました。食事の間に、お弁当の用意もしました。おかずを詰めて、ご飯の上にごまをかけました。テーブルにお皿を並べて、箸やお茶も用意しました。家族が起きてくると、母はおはようと言いながら、みんなを迎えました。朝ごはんが終わると、母はすぐに片付けを始めました。食器を洗って、台所のシンクをきれいにしました。テーブルを拭いて、ゴミをまとめて出しました。洗濯機を回して、掃除機をかけました。家の中はいつも母のおかげで清潔です。洗濯物を干すとき、母は天気を見て外に出しました。外は少し風があり、洗濯物がよく乾きそうでした。午前10時ごろ、母は少し休憩しました。コーヒーを入れて、テレビのニュースを見ました。カレンダーを見ながら、買い物のメモを書きました。冷蔵庫の中を確認して、足りないものを紙に書きました。その後、財布を持ってスーパーへ出かけました。スーパーでは野菜や果物、肉、魚、牛乳などを買いました。今日は夕食にカレーを作る予定だったので、じゃがいもや人参、玉ねぎも買いました。お菓子や飲み物も少し買って、レジでお金を払いました。帰りに花屋に寄って小さな花を一束買いました。家に帰ると、まず手を洗ってエプロンをつけました。買った食材を冷蔵庫に入れて、花を花瓶に飾りました。台所に立って昼ご飯を作りました。昼は簡単にうどんとサラダを作って食べました。食後にコーヒーを飲みながら新聞を読みました。しばらく静かに過ごしてから食器を洗って片付けました。午後は掃除の続きをしました。リビングの窓を拭いてカーテンを整えました。古い雑誌をまとめて捨てました。玄関も掃き掃除をして靴を揃えました。その後、リビングのソファに座って少し休みました。テレビで料理番組を見ながら新しいレシピをメモしていました。3時になると家族のためにおやつを準備しました。紅茶を入れてクッキーと果物をお皿に乗せました。外の天気はよく、窓から光が入っていました。母は
その明るい部屋でゆっくりとお茶を飲みました。少しの時間でしたが、とても穏やかだったそうです。夕方になると夕食の準備を始めました。野菜を切ってカレーの具材を炒めました。いい香りが部屋に広がりました。ご飯を炊いてサラダも作りました。家族が帰ってくる頃にはテーブルの上にきれいに料理が並んでいました。夜7時ごろ、家族が揃って夕食を食べました。母はみんなの様子を見ながら静かに食事を楽しみました。食事の後で食器を洗って台所をきれいにしました。その後、洗濯物を取り込んで畳みました。アイロンをかけて服をしまいました。夜9時ごろ、お風呂を沸かして入りました。ゆっくり湯船に浸かって一日の疲れを取りました。お風呂から出て髪を乾かしてハンドクリームを塗りました。それからリビングに戻って少しテレビを見ました。ニュースを見ながらお茶を飲んで静かな時間を過ごしました。10時半ごろになると明日の準備をしました。明日の献立を考えてメモを書きました。冷蔵庫の中も確認して足りないものを覚えました。家族の洗濯物を片付けてリビングの電気を消しました。11時頃に寝室に入りました。布団に入ってから今日もよく働いたと思いながら目を閉じました。外は静かで風の音だけが聞こえました。こうして母の一日が終わりました。